グリはようこそ。山岸豊です。今日はこちらのマクラーレン 750S を紹介したいと思います。今日は2025年モデルのマクラーレン 750S を箱根のワインディングに持ってきました。この 750S なんですけど 720S からね 30% 刷新された全てのねコンポーネンツを見直されて、とてもライトウェイトで、そして俊敏で、もちろん爆速レベルにね速いスーパーカーということで、もう乗る前からねワクワクしてたんですけど、今日六本木のパーキングから車を出してここ箱根まで、高速道路はね安全な速度でゆっくりと走ってきたんですね。今走り始めてね、この車の秘めたパフォーマンスを初めて体感するんで、本当にねワクワクドキドキ。なんといってもね4リッター V8 エンジン、このパワーユニットから絞り出されるホースパワーが750馬力、そして最大トルクが800ニュートンメーターというね、もはや過去のスーパースポーツカーであるマクラーレンセナをも凌駕しそうなね、そんなスペックを持っていて、なんとね動力性能はそのマクラーレンセナとほぼ同じ0-100キロ加速が 2.8 秒というね、もうとんでもない速さを持ってる1台ということで、まあもちろんねサーキットでないんでフルにねそのパフォーマンスを発揮して確認するなんていうことは不可能なんですけれど、今日はねどちらかというと高速コーナーが多いワインディングに持ってきたんで、まあある程度ね空力バランス、そして熟成されたサスペンションのね設定やジオメトリーなんかを体感できると思っているので、まあ分かる範囲でねインプレッションしたいと思います。今ねもう走り始めからパワーマネジメントモードはスポーツ、そしてハンドリングもスポーツに設定してありますので、こちらのねコンフォートモードに関してはまた東京のストリートでねインプレッションできると思うので、今日はスポーツ、そしてトラック、その組み合わせでどんなね印象を与えてくれるのか。もちろんねめちゃくちゃ速いのは分かってるんで、その中でもねその高い車速からフルブレーキングをした時の車の姿勢変化や、そしてねなんとリアウィングがね720から 20% も拡大された大型のカーボン製アクティブスポイラーがついてるんですね。このリアのアクティブスポイラーなんですけれど、フルブレーキング時にはもうリアがね見えなくなっちゃうぐらい大きくそそり立つということで、減速時をね高めてくれると思うんで、そのあたりもね空力を煮詰められたマクラーレンですから、とってもねハンドリングにも貢献してくれると思うんで、もう楽しみでしょうがないですね。じゃあ少しずつ行ってみましょう。おお、いきなりエキゾースト、そうそうエキゾーストね、こちらもエンドパイプがねステンレス製でとてもね素晴らしい音質を奏でるというふうに聞いてますので、じゃあ行ってみましょう。おお、トルクがねすごいですね。もう
ね4000から4500あたりからのこの蹴り出しのね加速パワーというよりねトルクの今日はね峠の頂上あたりがこうやってねガスってて前が見づらいんで少しちょっと気をつけながらペースアップしてみます。素晴らしいサウンドですね。リアのウイング効果効いてると思いますね。すごくねリアがしっとりと安定してて落ち着いてますね。でね、何よりもねこの強大なパワーに対してトラクションがねとってもしっかりとねかかっていて、いやーこのねパワーはねトラコン切れないですね。サーキットじゃないとトラクションコントロールオフなんてねとても試す気にならないぐらいのパワフルさですね。でねコーナーリング中もフロントもリアもダウンフォースが増してね低速コーナーよりも高速コーナーはピタッとね路面に張り付いた印象で速いですね。でねツインターボユニットなんでまあガンガン回すよりはね早めシフトアップの方が速い気がするんですけど、このエンジンねレブリミットまでパワーの落ち込み全く感じないですね。いやこれはねサーキット速いでしょうね。でね車速を調整ちょっとコーナー入ってねスピード高すぎかなってちょんぶれ踏んであげてもねスッとねスピードコントロールができてこのペダルタッチがねとってもリニアでいいですね。あとねこのステアリングなんですけれどちゃんとねグリップレベルに応じて手応えがあるんですよね。この辺りはね油圧式こだわり続けてるねマクラーレンならではのハンドリングだと思いますね。今ねちょっとギャップ超えたんですけどそういうとこでもね全く跳ねないんですよね。でこれはねアルトゥーラでも採用されてましたけどツインピストンダンパーの恩恵なんですよね。このバンプリバンプのね切り返しのところで全くねタイムラグがないというね。素晴らしい高速コーナーもねもうピタッと路面に張り付いてねとってもいい感じですね。もうフロントタイヤに関してはアンダーステアの字もないですね。この辺りはねもうマクラーレンが足回りを煮詰めてきてるんで当然じゃ当然でしょうね。いやね今下りなんですけどフル加速した時にねフロントがふっと軽くなるんですよね。すごい加速。さあ今度は上りどんな感じですかね。
貼り付けられるぐらいすごい加速時。いやこれねロードカーのレベルじゃないですね。もうすごい横地。路面がね若干乱れてるところも微動だにしないですね。素晴らしい路面ホールド力ですね。もちろんねコーナーの立ち上がり早めにアクセル踏めるんですけど、そういったところはねしっかりとトラクションコントロール効いてくれてますね。すごいトラコン効いてるの音でも分かりますよね。このあとねシフトアップダウンのねこのスピードの速さ歯切れの良さ、この辺りもねシフトアップ時にはね点火カットされているそうなんですけど、さすがもうこの辺りのねマナーはほぼほぼレースカーと同じレベルのクオリティだと思いますね。速すぎる。やっぱりフロントもリアもダウンフォースが車速を増せば増すほど高くなるんで、コーナーもね相当高い車速を保ったままターンインしていけちゃうんですよね。いやもちろんね限界なんて全然試せる領域じゃないんですけど、それでも相当速いですね。いやこのワインディングで過去最速だと思いますね、この加速。いやほとんどノンブレーキで入っていっちゃうもんな。すごい。コーナーのねターンイン時のリアの安定性の高さ、若干ね横軸が残っていながら減速してもね全く微動だにしないですね。でねフロント若干ねトレッドがワイドになったそうなんで、その辺りもねこのフロントタイヤの俊敏性の良さに貢献していると思いますね。じゃあちょっと最後に、パワーマネージメントをトラックでハンドリングもトラックでちょっと試してみましょうか。もうねハンドリングモードはトラックにした時点で相当ダンピングレートが上がったのがもう乗り心地でね即体感できるほど締め上げられましたね。まあちょっとね結構ハイスピードコーナーでも路面がね荒れてるところが多いんで、ちょっとトラックモードは危ないかな。まあちょっとね慎重に走ってみましょう。ああなるほどね。やっぱねトラックモードはね車が跳ねちゃいますね。ただノーズダイブブレーキングもね、それから加速時もフロントのノーズダイブとリアのリフトもね抑えられていて、車の動き的にはねこっちの方が当然スポーツドライビングには適してると思うんですけど、やっぱワインディン
グはね路面がそこまで綺麗じゃないんで、サーキットのようにはね、今回トラックモードはちょっとオーバースペック気味ですね。ちょっとねハンドリングだけスポーツモードに戻しました。でパワーマネジメントトラックに行ってみましょう。やっぱりねスポーツの方が今日のようなねワインディングの路面には適してますね。本当にコーナーリング速度速いですね。路面にねピタッと吸い付く感覚はね、これレーシングカーで言ったらね GT カーというよりLMP カーの感覚でドライビングができますね。すごいな。でね、このエンジン全開時のねエキゾーストノートもねレーシングサウンドといってもいい音色を奏でてますよね。これぞスーパースポーツカー。マクラーレンっていうねメーカーのフラッグシップですから、これはね制御するにはドライビングテクニックも相当高いレベルを要求されますね。正直言ってね全然フルにパフォーマンス発揮できてないですね。まあやはりこのレベルはねサーキット持っていかないとちょっと厳しいと思いますね。高い車速からねシュッてスピードをね落とせるこのブレーキングも素晴らしいですね。でね全くねフェードの兆候も見られないんで、トラックモードもうフルパワーを発揮してますので速いですね。もうトラクションコントロールがね介入しっぱなしですね。いやーすごい。ハンドリングに関してはねやはりスポーツモードが一番適してるんですけれど、初期応答が素晴らしくいいんですよね。それでねコーナーにパッとこうターンインしてあげると若干ね少し弱アンダーっぽいそんなねハンドリングなんですけれども、この弱アンダーっぽさがねリアのオーバーステアを抑えてくれるんで、やはりロードカーですからこのセッティングに関してはねとても好ましいと言えると思います。ただ逆にねサーキットに行くと少しねこの進入したコーナーのセンターあたりでのアンダーステアが嫌な感じがすると思うんで、この辺りはねちょっとセットアップいろいろね試してみたいなっていうところではありますけど、このねパワーとそれからダウンフォースとハンドリング全てのね要素がめちゃくちゃ別次元の高さで完成された1台であることが確認できました。いやーちょっとねこれは相当ね心してアクセル踏んでいかないと、もしくは少しねドライビングで自信のない方は、正直サーキットであってもちょっとこの車に関しては相当ね気をつけて乗られた方がいいと思います。そのぐらいね正直もう
今ね世界中で GT3 カテゴリーが統一されて各国でね激しいタイトル争いが繰り広げられている GT チャレンジシリーズなんですけど、その GT チャレンジシリーズにね参戦している車よりおそらくこのストリートカーの 750S の方がエンジンパワーもありますし、そういった意味ではねレギュレーションに縛られない分全然速いんですね。だからこの速さをこのストリートで楽しもうともしされるんであれば相当ね慎重に、そして路面コンディションも確認された上で徐々にねペースアップした方が、まあそのぐらいね注意喚起したくなるぐらい本当に速い高い次元でね走れちゃうんで、むしろねワンミスが命取り、そんなねレベルまで高い車速を保ててしまったというのがまあ結論なんですけれど、まさにマクラーレン製のスーパースポーツカーですね。これだけねベストなハンドリング、そしてパフォーマンス、それをねお金さえ払えばね楽しめちゃうっていう素晴らしい時代になりましたね。いやーすごい。まああとね今日行きがてらもハイウェイを走ってきてとても快適だったんで、そのあたりのね印象は今度東京のストリートでインプレッションしたいと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。